だよ。白とものだ。突然ですが皆さん、そろそろ普通の PC、組みたくないですか？なんだいきなり。最近は RGB だの白 PC だのディスプレイだの、しまいの木目だのと、見た目重視な、おしゃれなケースが増えてるわけですけども。変に色づきやがって。すまん、地球上で一番言う資格のない人間だろお前。もっとコンパクトで、使いやすくて、静かで、光らない。まるで某印のない雑貨屋に置いてありそうな、シンプルなパソコンが求められてると思うんですよね。ねえ、ラインギリギリ攻めるのやめろや。ということで用意しましたこのケース、アンテック B7S、今年発売の新作ケース、アンテックさんからいただきました。見てください、この令和に新発売したとは思えないシンプルボディを。ガラスすらねえのか。このチャンネルの存在意義ないじゃん。なんてこと言うのシロちゃん。それでいて端子は使いやすい上側で、しっかり令和最新版の USB-C だってついてくる。令和最新版の USB-C とは、そして何よりこの側面パネルですよ。右左側面両方に吸音材がびっしり。トップだってフラットパネルです。マジで今時のケースとは思えねえな。でしょ？それでいてフロントに3つ、リアに1つで、合計4つのファンを装備。PWM でのファン回転制御に対応してるしっかりしたやつで、この内容でお値段が驚異の1万円ちょい。タイプ Cとか今時の機能を持たせつつ、ファン付きで1万の静音ケース。いいでしょういいでしょう。これには某孤独の飯テロ漫画の主人公もこういうのでいいんだよこういうのでと太鼓判を5億回押すはず。オタク特有の誇張表現。そんな P7S を使って超堅実、こういうのでいいんだよ PC を作っていくというわけです。ということで組み立てていこう。マザーはこれ、アスロック P850 ロック Wi-Fi7。アスロックさんから提供いただきました。最近登場したロックシリーズってブランドがね、階級的には下から2番目で、性能と価格のバランス重視モデル、アスロックを体現したブランドと銘打ってるらしくて、この質感マシマシな銀色が、ガッチェー。比較的下のグレードではあるが、電源回路にもヒートシンクがついてて、M.2 は2機搭載。USB も8ポート搭載で Wi-Fi7 にも対応と必要なポイントをしっかり押さえてるな。ほとんどの人にとっての必要十分を備えた感じのスペックだよ。だからマザボ選びはここで終わりなんだ。ロック違いです。そして使う CPU はこれ Ryzen 7 9700X 8コアの CPU だね。性能、価格、発熱の小ささ、すべてがバランスのいい優等生。知り合いのグラネオンって人に借りました。永久に世界はそれを強奪と呼ぶんだぜ。ふへへ。そしてメモリ、クレブのフィット V メモリね、16GB 2枚組。SSD は WD ブラックの 1TB だよ。もうここら辺は定番って感じだな。そしてマザーをケースに入れちゃいまあとは配線したら取り付け終わりだよ。次にハードディスクを組み込もう。ウエスタンデジタルブルーの 4TB。今時ハードディスクとは珍しい。最近 SSD がとんでもなく高いからね。ハードディスクを入れてカバーするってわけ。ということでブラケットをケースから外しの。ハードディスクを取り付けて戻す。あとは SATA ケーブルを取り付ければ取り付けは終わりだよ。このブラケットは防振ゴムつけて欲しかったな。だね。まあコストの関係だろうけど静音性を売りにするならつけてくれた方が嬉しい。そして電源はアンテック GSK750ATX3.1 750W のゴールド電源だね。以前の動画から登場してるやつだな。最新規格 ATX3.1 対応で価格と性能のバランスがめちゃめちゃいいシンプルな電源だよ。これも取り付けて ATX24 ピン CPU8 ピン、そして最後にハードディスク用の SATA 電源ピンを取り付け、そしたらクーラーを取り付け、クーラーはノクチュア NHU12A、ワーンノクチュア、モノノクチュア大好き。圧倒的な静音性が特徴の空冷だな。今回の構成ならベストだと思ってチョイスしたよ。ということでいつも通り爪を外してリテンションを取り付け、グリス塗り塗り、クーラーグリグリ。あとはネジを閉めてファンを取り付ければクーラーも OK だね。空冷だから配線は楽々だな。最後にグラボだね。グラボはゾタックゲーミング GeForce RTX5070Ti ソリッド 5070Ti 搭載のグラボだよ。ここは随分と高性能に振ったな。でしょ。GeForce はやっぱハイエンドほど輝くからね。ということで最後にグラボステーも取り付けたらケーブルも取り付けてパネルも閉めたら完成だよ。不評。ガッチェー。見た目重視ではないがなんだかんだ全体的にまとまりのあるデザインだな。でしょ。機能美を感じれてこれはこれで良き。
というかグラボ光らせてるのは動作確認用のためだね。ここは消しても OK。ゾタックの50シリーズは基本的に専用ソフトで光り方を制御するんだけど、設定はグラボ本体のオンボードメモリに保存されるから、後でソフトを消しても設定はそのまま残るよ。常駐ソフトを入れたくない人にはぴったりってことか。重量はおおよそ 12kg くらいで、普通の BTO くらい。サイズも小さいし、USB も上にあるから取り回しいいな。ムフフ。メンテナンスはフィルターが底面と正面。底面はスライド式じゃないから少し外しにくめだな。そしてこの PC はやっぱり静音性にこだわりたいということで、ファン設定がこんな感じで、今回使った NHU12A に合わせてファンカーブを調整してるよ。この場合、NHU12A に使われてるファン NFA12X25 は 1200rpm からどんどん騒音が増えるから、高くても 1300rpm で止まるように調整してるね。そしてグラボの方はさっきちらっとお見せした専用ソフトの Firestorm 側で静音設定が用意されてるからそっちを使う。性能をほぼ落とさないでファンの回転数だけを下げることができるよ。あ、ケースファンはシンプルに 1000rpm 固定です。そしてそんな設定をした PC の温度がこんな感じで、グラボに負荷をかけた時の温度が70度くらいで、5070Ti の発熱も十分対応できてるね。激冷えってわけではないが、静音ケースであることを考えれば十分だな。念のため性能もチェックしたけど、3D マークのスティールの窓で6000点後半。5070Ti 搭載の PC としては平均レベルで問題なし。CPU もシネベンチ23が2万点。こっちも特に問題なし。それでいて音がこんな感じで、さすがに最大負荷時には 40dB は超えるけど、それでも十分静かだね。アイドリ値はほぼ無音で運用できそうだな。消費電力は 500W 以下で、今回の 750W でぴったりだ。最後に構成表がこんな感じ。Ryzen 7と 5070Ti のなかなかハイエンドな構成だけど、ハードディスクを抜けばなんとか40万切れそうかな。よきよき。で一番気になってたんだが。どうしたのわさわさ。なんでファン変わってるんだ。お気づきになられましたか。これには聞くも涙語るも涙な激エモストーリーがありまして。はい。実は P7S 君、面白い特徴があって、さっき言った通り標準状態だとフラットパネルだけど、ここをメッシュパネルに差し替えることができるんだよ。おお、なるほど。しかもトップにファンを取り付けできるから、構成に合わせてある程度冷却性能をコントロールできるってわけ。静音重視か冷却重視かを選べるわけか。そして今回はこれを活かして、標準状態の他に、後ろのファンをノクチュア製の高性能ファン、NFA12X20 の G2 にした状態。ファンは同じで、トップをメッシュパネルに入れ替えただけの状態。そしてトップをメッシュに置き換えた上、ノクチュアの 140mm ファン、NFA14X20 の G2 を取り付けた状態。最後に、メッシュパネルに置き換えた上で、両方のファンをそれぞれノクチュアの NFA12X20 の G2 と NFA14X20 の G2 に置き換えた状態。この5パターンで検証をしたよ。言いにくいから、それぞれ A、B、B+、C ってするね。結果がこんな感じ。グラボ温度はどれも70度台で安定だが、CPU 温度はトップにファンをつけた B+ と C は明らかに違うな。ね、やっぱ上に溜まった熱が出やすいから CPU 温度も下がるのかな。ただメッシュにしただけの B は CPU 温度が高いままだから、ファンでしっかり排熱してあげるのが大事っぽい。そして騒音も見逃せないところで A+ と C が 44dB でトップタイ。次にいいのが A と B+。B は最悪。A と B を比較してわかる通り、メッシュパネルにすると明らかに静音性が下がるな。B+ や C のようにメッシュでも冷却力が上がれば、グラボや CPU クーラーのファンの回転数が下がるから、結果的に静音性でトントンになるってわけか。じゃあ B+ か C が最適じゃね。なんで今回 A+ を選んだんだ。いい質問ですね。どっかのジャーナリストかな。まずシンプルにコストだよね。確かに一番数字がいいのは C だけど、これ両方ともノクチュアファンに入れ替えてるせいで合計金額がヤババなのさ。1万円。ケース代とほぼ同じ。まあここはもっとコスパのいいファンなり使えばいいけど、もう一つ理由があって、それが静音性。確かに A+ と C はどっちとも静かではあるのだけど、より細かく帯域ごとの騒音を見るとこんな感じで、おおこれは、ここからさらに一般的に耳に刺さりやすいとされる2から 6kHz の帯域にフォーカスすると、見ての通り A+ がかなり優秀なんだよ。ほんとだ。実際の音の比較がこんな感じ。ヘッドフォンをつければ結構わかるはず。結構違うでしょ。数値が同じでも音質が違うってわけ。フラットパネルは単純な静音性向上だけじゃなく、不快な音をカットする役割もあるのか。もちろん CPU 冷却が強い B+ や C も羨ましいけど、こと静音性に限って言うなら A+ もかなり魅力だよ。一番コストの安い A。ファン一つのコストで静音性の高い A+。
同じくファン一つのコストで CPU 冷却が強い B+。コストは高いけど、静音性と冷却が高いレベルでまとまったしって感じか。今回の場合、物的にはどの結果でも温度は問題ないと思ってるから、その中でも一番静音性に優れる A+を選んだって感じだね。ここは使うファンとか使用用と自作性の違いで最適解が違うから参考にしてみて。音楽性みたいに言うな。ということでアンテックの P7S、そしてそれを使った PC の紹介だったよ。どうだったかな？今のエアフローケース全盛の時代に随分と古めかしいケースを出したと思ったが、シンプルなのもなかなか悪くないな。そうでしょう。特に検証でも見せた通り、静音ケースは単純な静音化だけじゃなく、音質改善のメリットもあって、シンプルながら結構奥が深いよ。パネルやファン構成はもちろん、ここからさらに電力制限も加えれば、そのパターンは数百通りに。ふへへ、初めはシンプルさを無理にしてたはずなのにどうしてシンプルな自作 PC なんてねえよ。言い切りやがったこいつ。ということで今回の動画は以上。何かこのマシンで質問とかあれば、ぜひコメントや X の DM へ。質問箱もやってるからよろしくな。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録や高評価、いいねしてくれると嬉しい。それとこの動画を見て PC 組んだりパーツ買ったよって人は、X でハッシュタグ、購入したものだよってつけてポストしてくれたら嬉しい。それじゃあ次回の動画もよろしく。バイバイ。